マイク入ってなかった。また忘れてた。トリさん、こんばんは。大人気ありがとう。はい。眠れない夜はあなたのそばにいるよ。クラシットクライデダです。はい。ちょっとあれだね。カメラの調子がとても良くない。もう一回。よいしょ。よしよし、これだけ。はい。こんばんは、こんばんは。はい。はい。どうも、こんばんは。クラシットクライドラです。はい。じゃあちょっと、もともと別の本を読むと思ってたんだけど、そう、今日、おひな祭りっていう日だっていうのを教えてもらったんだよ。そう。しおさん、こんばんは、ありがとう。ね、未だに挨拶思いつかないので、くしゃんが挨拶思いついた時に、帰るまではちょっと、こんばんはとお休みできます。思いつきませんでした。はい。で、今日おひな祭りとしてもらったので、おひな祭りっぽい絵を選んできました。そう。あれもね、ひな祭りって言っても、お餅がね、美味しかった。四角いお餅かな、なんて言うんだろう。お正月に食べるようなお餅じゃなくて、なんかカラフルなお餅をね、買ってもらったの。くしゃ。くしゃみしてるみたいね。くしゃ。くしゃ。くしゃ。いや、あれだね、かわいいね。かわいいも、くしゃ。すごく口にしたい言葉だね。くしゃ。ない。今日は、お茶を作るのを忘れました。お茶を持って送るのを忘れちゃったので、途中で飲むのがガスガスになったらごめんなさい。ね、なんだっけ。四角いお餅。四角いお餅をね、くしゃね、今日食べたの。そう、カラフルな四角いお餅をね、食べたんだよ。なんかね、柔らかいやつだった。そう、甘くて美味しかっただよ。あ、くしゃ、くしゃ、くしゃ。そう、みんな優しいからそんなことしてないし、くしゃもされてもないんだけど、今日ね、ちょっとね、一個ね、お願いにしようと思ったらよ。X で見かけたんだけど、なんて言うんだろう。なんて言うんだろう。こ生くしゃ。しないでよ。しないでよ。やらないでよ。
そう、クッションがやられたわけじゃないし、誰かにされたから嫌だったとかじゃないんだけど、ちょっと X で見てて、クッションはそういうことされた時に、クッションは、お願いを叶えてあげられないかなって思ったらだよ。そう、だから前もって、そう、こういうことをされても、クッションは、欲しい言葉を言えないでよっていうのを、そう、今日ちょっと、先にお話ししておこうと思ったらよ。本当にね、見かけただけだから、誰がされたとか、特に言うつもりはないんだけど、なんて言うんだろう。あの、クッションがね、見たのはね、肩の裏側に、なんていうんだろう。お洋服なしで挟まりたいみたいなことが書いてあったんだよ。そう、クッション、なんていうんだろう。いや、クッション、お人形さんだけど、お洋服ないとこ触られるのは、あまり得くないだよ。そう。なんだっけ、肩の裏と、おへそから、みたいなことをご所望の方がいて、ちょっと、あんまりうまく日本語にできないんだけど、そう、そういう、そう、方がいて、お触りしたいっていうのかな、なんて言うんだろう。ていうだろう。なんか、クシャが見たのはね、おへそを指でグリグリしたいみたいな、そう、ことが、VTuber さんが言われてて、クシャそれ見たときに、クシャこの人の、この欲しい言葉をクシャは言ってあげられないかもしれないって思って、そう、クシャお願いを叶えてあげられるのちょっと難しいかもしれないなって思って、そう。だからちょっと、そういう感じのお願いそう、お願いは、ちょっとクシャには、なんていうんだろう。ハードルが高くていや、本当にね、びっくりしちゃったのよ。すごく、びっくりしちゃって、でも、こういうのも好きな人もいるんだなーって思ったよ。でも、クションは、あまり得くないからそう、そういうお願いはあんまり叶えてあげられないかなって思っただよ。そう。だから、そう、先に言うとこうと思って、先制攻撃っていうのかな。最強の守りは攻撃っていう言葉聞いたことがあるだよ。そう、だから先制攻撃って言葉やってんのかな。そう、先に、そう、ちょっと、クシャには難しいかなってお話をね、そう、しとこうと思ってね。そう、みんなね、優しいから、そういうことをするわけじゃないっていうのは分かってるんだけど、もし今後、新しくクシャンを知ってくれたよーっていう方とか、多分ね、クシャンがね、こういうお話をね、してるとは知らないと思うんだよ。そう。そう、だから多分ね、その時に、また、その人に
同じ話をするんだと思うんだけど、そうクッションはそういうお願いは難しいんだなってそう先にね思ってもらえたら嬉しいだよ。そうすんごいね衝撃的だったすんごいねびっくりしちゃってなんて言うんだろう、その人の好きをダメだよって言ったわけじゃないんだけど、そうその人の好きをそう叶えてあげられるのと、人と叶えてあげられない人がいるから、その叶えてあげられなかった場合に怖いことを言われても叶えてあげられないかなってそう思っただよ。そうっていうなんて言うんだろう、びっくりしちゃったお話と、こういうことはクシャンはお願い叶えてあげられないよ、ごめんねっていう話をね、そう今日先にしとこうかなって思ってるよ。そうそう肩の裏ってなんて言うんだろう肩の裏にお手手挟みたいって言われてもクシャンなんでってなる時だから、そうだから多分そういうのが好きな人なんだろう、いやクシャンは好きについての具体的な理由っていうのかなっていうのはあまり聞くことはしないだけど、そうなんて言うんだろうクイシャンもそうなんだけどね、クイシャンもやっちゃうかもしれないんだけど、自分の好きをそうグイグイしちゃダメだよってお話だね。そうそうか、わちっていうのかそうクイシャンもねプリン好きすぎてみんなにプリン美味しいんだよ、プリン食べてねってこうやっちゃうかもしれないんだけど、クイさんの好きだからそれが得くない人もいるかもしれないし、そうだからといって得くない人にそうオラプリン食いよってできないからそうオラってプリン食いよって口に詰め込むこともできないから、そうなんて言うんだろうそう好きな気持ちはとても大事なんだけど、その好きな気持ちを徳くんの人にこすりつけちゃうなんだちょっと難しいだよって、お願いを叶えてあげられないかもしれないだよっていう話でしたそう上手に話したかな、大丈夫だったかななんかみんなごめんね、最初にこんな話をしちゃって。そうくしゃんX を見ててすごくね、そう今日それが衝撃的で、すごくねなんていうんだろう、びっくりしちゃって、そうもしクシャンがこう言われてたり言っちゃう側だったら、そうなんていうんだろう、みんな優しい気持ちにすることはちょっと難しいかもしれないと思ってね、そうっていうお話だったんだけどうまくあれだね、うまくこう切れてできないね、お話の最後ごめんねごめんなさいよ、そうこんな話しちゃってごめんなさいそうすごくね、そうびっくりしちゃって、そうこういうことはクシャン
なるべくクッションはみんなの好きにそう答えてあげたいんだけど、そうこういう好きには答えてあげられないかもしれないっていう話でした。っていうのかな、伝わったかな、うまくいけたかな、大丈夫だったかな、みんな嫌な気持ちになってない？大丈夫？悲しい気持ちになってあげてね。そう、みんなの好きがダメだよって話じゃないからね。そう。クッションがその好きに答えられない時があるかもしれないってお話だよ。ごめんね。大丈夫かな。そう、クッションがね、そう、うまくね、言葉をちょっと、取れてないから、ちょっとびっくりしちゃったり、勘違いしちゃうかもしれないんだけど、そう。全然好きな気持ちは、もう、オチだからね。そう。大丈夫かなあれ今日この話しようと思ったけど、ちょっと心配になっちゃったんだよ、クイちゃん。はあ、大丈夫かな。よいしょ。大丈夫よ。ありがとう。初めてじゃないけど、初めてこういうお願い叶えられるのは難しいかなってお話をしたから、ちょっと悲しい思いをちょっとしちゃったら、ごめんなさいと思って、そう、すごく心配だったのよ。それでも、そう、クシャンは多分、こう、欲しい言葉が取れないから、そう、先にね、ごめんなさいしようって思っただよ。うん。よいしょ。ちょっとなんていうのちょっと衝撃しんみりの話になっちゃったんだけど、そう、もう読むよ。そう、明日あたりからね、ゆっくりね、前、お誕生日配信の時に言ってた、読み聞かせ配信の、貯金動画をね、そう、どんどんね、投稿していこうと思うんだよ。よいしょ。よし。じゃあ、あれだね。お話もできたし、できたでいいのかな、できたら大丈夫かな。できたので、ご読むだよ。よいしょ。ここで見方を見るのをとても忘れてました。よいしょ。よし。じゃあ5本読みます。ひながたり、泉鏡花。ひな、夫婦みなはゆうもさらなり、桜みな、柳みな、花菜のひな、桃の花びな、白と人ゆかりの色のすみれびな、ひなにはつくし、タンポポのひな、あいあい傘の春雨みな、五人林、男女たち。ただチン引きというのだけは、形も品もなくもがな。紙ひな、島のひな、豆ひな、一文びなと、数うるさい、塩らしく懐かしい。
黒七水し三つ棚のうずたかきは我ら長華のひな壇にはちと打ち上がりすぎるであろう。タンス、長持ち、はさみ箱、金高巻絵、金高、銀金具。小指ぐらいの引き出しを開けると、中に赤いのも美しい。一層の屏風の絵は、村木絵、雪の絵、小松に単調の鶴、ひな鶴。一つは曲水の群青の桃の杯。ヘボンの盆理、桃のような火を灯す。ちょっと風情に舞扇、白酒入れたわ。ギャマンに柳桜の隙模様。さて、お魚には何をけん。アワビ、サダエか、カセヨけんとサザエ、ハマグリが歌になり、皿の縁に浮いて出る裏間違えちゃった白魚よし、古代よし。火の毛線に似つかわしいのは柳ガレーというものがある。ナリヒラジミ、小町エビ、イイダコも憎からず。どれも小さなほど愛らしく、器もいずれ可愛いのほどの風情があって、その対、カレーの並んだところは、ひな壇の奥さながら、竜宮を見る思い。もしもし、どこで見たひななんですえ？いや、実際、6つ7つぐらいの時に覚えている。母親のひなを思うと、はるかに竜宮の幻のような気がしてならぬ。ふるさとも山の彼方に遠い。いずれ、金目のものではあるまいけれども、紅糸のそこで祝えたおもちゃの直や、金平糖の壺一つも馬で抱き、かごで抱え、長い旅路を井戸から持ってきたと思えば、千代紙の小箱に入った南京綱もひなの前では紅玉である。緑酒である。みなしき鯛の玉である。北の国の3月はまだ雪が消えない。から節句は4月にしたらしい。冬ごもりの窓が開いて、後、日差しの雪が恋が解かれると、北風にゴーゴーと鳴り通した荒波の波の響きも春風の音に変わって、梅、桜、椿、山吹、桃もすももも一時に開いて、女たちの眉、唇、すそやつ口の色もみんな花のようにはらりと咲く。羽子も手まりもこの頃からで、追い羽子の音、手まりの音、歌の声声、ついておといて、立ち方、袖方、音手に蝶や花。かかる折から柳、桜、ひももの小道をうららかな日にそっと通ると、霞を彩る日差しのうちに、どこともなくひなの影、人形の影がさまよう。おぼろよには物くれない袖の萌え木が色に出て遊ぶであろう。もうおひなさまがお急ぎと、細い段の紐線。ここで
霧の箱も懐かしそうに抱きしめるように持って出て、差し蓋をそっと開くと、吉野神の霞の中におひなとおひなさまが紅梅白梅の面影にほんのりと出て、口元に日光としてたまうと見て嬉しそうに膝に添え、じっと見ながら、黄金の冠は紫紐、玉のかんざしの篠紐をゆいま揺らすとき、あの若い母のその時の面影が忘れられない。そんならこうすればいいのに、ネズミの番でもすることか。ただ台所で音のする入り豆の蚊に小花を光らせ、ボタンのあるヘイトを狙うこと。毒のある花茶に似たりで、姿の感情が捧げた長いを抜いては叱られる。お囃子の侍絵帽子をコツンとついて、また叱られる。ここに小さな唐草蒔絵の車があった。同じ蒔絵の台を離して、長いをそのまま後ろから押すと、少しきしんで、横断の上に滑る。それが咲き乱れた桜の絵を伝うようで、また紅の霞の波を漕ぐような。そしてそのきしむ音はかすかにキリリッと一種の妙なる音楽であった。仲良しの小鳥がくちばしを合わすとき、歯の生え際の赤ん坊がかり焼きをカリリッと噛むとき、耳を澄ますと、ふとこんな音がするのかと思う。話は違うが、労をたける者として色強きこの一国至る枕の宗主は憎いことを言った。わびしかるべきくくっちだっちのひたし者、わけぎぬ歌の蒔絵の中、惣菜物のしじみさえひなのお前にまかんずれば、黒袖のあさぎの襟、海のものの山のもの、カンナの肌も美少年、どれも杭という形ではなく、菜の葉に止まれちょっと等しく、弥生の春の友達に見える。袖形の教え細工の端から金色の振り出しという華奢なもので、古代には骨が多い柳ガレーのごちそうを思い出すと、酒とタバコはさるにても玉利が悪い。規格があり、もどかしやひなに対してこさがつき、あの白酒をちょっと唇につけたところは父の味がしないかしゅんと思う。ちょっとですよ、構わず続きね。なんかでガブガブやっちゃ話にならない。金岡の萩の馬、飛騨の匠の竜馬でもなく、伝台を消してぼんぼりの影に見晴らすひなの顔は実際止めればまばたきして、やがて打ち微笑む。人の悪い勘にはじろりと横目で見るのである。段の下に寝ているとひなの話し声が聞こえると子供の時に聞いたのは、私は今も疑いたくない。で、家
宙が寝静まると、どこか一箇所小屏風が鶴の羽に桃を敷いてスッと回る音もしねえ。大むつましさにつけても段にあまり人形の数の多いな風情がなかろう。ただし多いにも少ないにも今私はひならしいものをほとんど持たぬ。母が大事にしたのは母が亡くなって後、町に大火事があって皆焼きたのである。一度持ち出したとも聞くが、根絶に紛れて行方を知らない。あれほど気を入れていたのであるから、大型は例の車に乗ってひなたち火を免れたのであろうと思っている。その後こういうことがあった。なおそれから12、3年が過ぎててである。逗子にいた時、静岡の様が見たくって3月半ばと思う。一度あそこへ旅をした。千軒の社で釜で甘酒を売る茶へ休んだ時、鳩と一緒に日向ぼっこをするばあさんに安倍川の河原屋で桜の頃は土地の人が猛男に重々詰めのもので花の酒盛りをするというものを聞いた。安倍川道のを訪ねて立ち入ってである。宮古寺の歌につけても国を府中と覚えた身は静岡へ来て安倍川餅を知らないでは済まぬ気がする。これをおかしなものの意味よだなぞと思われては困る。確かにきな粉をまぶした餅である。静畑山、千軒を振り下ろす風の強い寒い日で寂しい屋敷町を抜けたり、大川の土手を伝ったりして安倍川の橋のたもとへ出て、車は一軒の餅へ入っていった。色白で赤い半襟をした人柄の島田の娘がただ一人で店にいた。これが長井の安倍川だね。一本をくれとせいぜい木肌鉢の気分を漂わせて、突き出しの店のガラス戸の中に飾った5つばかりよそってある朱の門へいきなり立って手をかけると、娘が「まあ」と言った。あら、看板ですわ。いや、小の者の膝ぐりぎでいささか気分なるものを漂わせすぎた形があるが、ここで早速法を割ってきびしょの手酌でやったところは我ながら頼もしい。ふと御用場を借りたくなった。中戸を開けて土間をずっと奥へという姉さんの指示に任せて、古くて大きいその難度を開けると妙な立て方。すぐに壁の窓から向こうの土間の台所が見えながら、穴を抜けたように鍵の手に一つ曲がって暗いところをふっと出ると、上がり町に縁がついた。びっくりするほどの広々とした茶間。代々といろりが切ってある。見事なところは大名の人立てぐらいは楽に休めただろうと思う。薄暗い古畳、席として人気がない。
猫もおらぬ。炉に火の気もなく茶釜も見えぬ。遠くで内色の水が水底へ響いてポタンとなる。不思議に風が止んでひっそりとした。見上げたハフ口は岬ほど高し、とぼんと野原へ出たような気がして縁に沿いつつ中土間をいろりの前へ向かうで通ると桃桜パッと輝くばかり。五段一面ひもう線、やがて四畳半をいっぱいにひな人形の数々。ふとその飾った形も姿も昔の故郷のひなによく似たと思うと、どの顔もそれよりは青白くて、絹も冠も古びなの丈が2倍ほど大きかった。薄暗い真昼の影が一つ一つに皆映る。後ろの襖が半ば開いて、奥にも一つ見える小座屋敷にまた五段のひながある。不思議や蒔絵の車、ひなたちもそれこそ寸分たがわないふるさとのそれに似たと思わず伸び上がりながら、ふと心づくと前のひな壇に負わすのがいずれもただの形ではない。ひなは両方差し向かい、官女たちは横顔やらうつむいたのお囃子はぐるりと寄って鼓の調べを閉めたり解いたり、御殿火鉢も楽屋のありさま。私はびっくりして飛びのいた。敷居の外の苔の生えた内井戸には今組んだような鶴瓶の雫。瀬戸は桃もただの枝のうちに蒔色に咲いたのは蓮葉の花であった。通りがけにそっと通ると何事もない。襖の奥にひなはなくて、前の段も烏帽子一つ位置の変わったのは見えなかった。この時にぞっとした。風はそのまま止んでいる。広い河原に霞が流れた。渡ればマリコの宿と聞く。梅若菜の国も聞こえる。少し渡ってみよう。橋爪の大樹の柳の枝のスラスラとした朝緑の朝緑下の下を通ると、樹の根に一枚日の毛線を敷いて四隅を美しい瓦の席で押さえてあった。日の位置が立つらしいが、居合わせの貝一つ誰もおらぬ。と日山頂の昼の春の真昼に人通りが一人もない。なぜかはばかられて手を触れてもみなかった。日の毛線はどこかの座敷から柳の梢を逆さまに映るひな壇の影かもしれない。夢を見るように橋へかかると、これも白い虹が来て群青の水を飲むようであった。あれあれ、鈴が飛ぶように抑えの橋の石がコロコロと動くと、柔らかい風にひもう線を巻いてひらひらと柳の下枝に絡む。私は呆然として火を思った。
どこともなしにキリリキリリときしる長江の車の響き、マリコは霞む長橋の安倍川橋の板をあっちこっちちらちらとかげろうが遊んでいる。時に青空に富士を見た。若き娘に幸あれと餅屋の前を通りすぎず、若い衆、きれいな娘さんだね。いい婿さんが持たせたいね。餅屋の婿さんは知りませんが、向かう側のあの長い堀、それ柳の脇の裏門のありますお屋敷は、旦那大山参加でございましてな。つい近い頃、東京からそれは美しい奥さんが見えましたよ。なんとこうした時は見ぬ恋にも憧れよ。欲しいのはもしかできたら偽紫の銀積みな姿も国定の錦絵ぐらいな花飾りを大地に富士の肩紫黄昏葛城は人も知ったおぼろよのことである。照りもせず曇りも果てぬ春の夜のこの辺はちっと酔ってるのでしょう。おしまい。はあ途中ちょっと早口になっちゃったけど、なんとか読めただよ。はいはい、よいしょ、おしまいだよ。なんかかっこいい言葉がいっぱいあっただよ。ということで、みんなもうお休みしちゃってると思うからね。次の配信はまた X でお知らせするだよ。あとね、今週からね、新しいスケジュール表もらったらよ。使うの楽しみだね。じゃあみんな、あったかいお布団に入っていい夢見るだよ。おやすみなさい。しらさんありがとね。